こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はフルーツについてよくある疑問に答えていきます。私は1月から1日 1.5 食生活で、お昼にフルーツだけを食事として食べるという生活を送っているんですけれども、そういったフルーツ生活を始める前にフルーツについて結構いろいろな疑問があって、それについて自分なりにリサーチをしたりしたので、その内容を今日はシェアしていきたいと思います。まずフルーツを私は食事として結構な量を食べているんですけれども、フルーツには果糖といって糖分が結構含まれているので、フルーツ生活を始める前はフルーツをたくさん食べて太らないかなという心配はありました。ただフルーツは平均して 80% から 90% が水分でできているので、すぐお腹がいっぱいになるんですね。なのでリンゴ狩りとか行かれたことがある方はわかると思うんですけれども、リンゴってそんなにたくさん食べられないですよね。なのでこれは野菜も同じなんですけれども、その量に対してのカロリーっていうのは低くなっているので、たくさん食べても太りにくいというのがあります。あとはフルーツは糖分がたくさん含まれているので、食べると血糖値が上がるんではないかという疑問もあると思います。フルーツは糖分だけではなくて食物繊維がたっぷり含まれているので、生のフルーツを丸のまま食べることで、そういった食物繊維が糖分の吸収を抑えてくれるんですね。なのでフルーツを食べても、例えば砂糖がたくさん入ったお菓子を食べた時のように血糖値が急激に上がるということはありません。あとはフルーツに含まれるポリフェノールなどの特定のファイトケミカルが腸の壁から糖分を吸収させるのを抑える働きがあるという研究結果も出ています。なので私は基本的にフルーツは生のまま丸のまま食べるようにしているんですけれども、フルーツを加熱しちゃいけないのかっていう疑問もあると思います。もちろん加熱すると失われやすいビタミン C などの栄養素っていうのはあるんですけれども、その他にタンパク質に糖質がくっついて劣化することでできる AGE という成分があって、この AGE が体の中に増えると骨や肌、血管の老化が進みやすいと言われています。そしてフルーツはもちろん加熱したお肉などの食べ物ほどではないんですけれども、それでもやっぱり加熱するとその AGE が増える傾向があります。あとは単純に加熱することで水分がやっぱり失われるので、最初にお話しした水分がたくさん含まれているので、たくさん量を食べても太らないっていうことが言えなくなってしまいます。また加熱したフルーツはやっぱりジャムやコンポートなど砂糖が加わっていたり、あとはパイとかケーキに入ってお菓子になっていたり、もうフルーツそのものではなくなっている場合が多いんですね。なのでフルーツを加熱することで、たくさんの栄養素が失われてしまうということではないんですけれども、やっぱり基本的に生のまま食べる方がいいと思います。では加熱していない乾燥フルーツはどうでしょうか。やっぱり乾燥フルーツも干すことで水分がだいぶ失われてしまっているので、傘が小さくなってギュッと凝縮された形になっているんですね。でやっぱり糖分とかもギュッと凝縮されていて甘くて美味しいので、量も少なくなっていて、ついつい食べ過ぎてしまうという恐れがあります。あとはドライフルーツとして市販されているものは砂糖がコーティングされていたり、オイルでコーティングされていたり、あとは添加物が加わっていることが多いので注意が必要です。ただしドライフルーツには生ではなかなか食べられないフルーツが手軽に食べられるという利点もあって、例えばクコの実やデーツのように乾燥でしか手に入らないものもあります。特にクコの実はとても抗酸化作用が強いので、私はそのままスナックとして食べてしまいますが、レーズンの代わりにオートミールやシリアルに入れて食べてみるのはいかがでしょうか。なのでドライフルーツに関しては加熱フルーツと同じで、食べ過ぎに気をつけながら砂糖や添加物が入っていないものを選んで、食事としてではなくてスナックとして楽しむのがいいかと思います。では生のフルーツをジュースにした場合はどうでしょうか。
ジュースにした方がたくさんの量のフルーツを効果的に摂ることができますし、忙しい時にパッと飲めて便利ということもあるので、私は最近、ランチのフルーツを食べる前にスムージーを作って飲むようにしています。でスムージーではなくてコールドプレスジュースを飲んでいるという方も多いと思うんですけれども、コールドプレスにすると食物繊維が取り除かれてしまうんですね。最初にお話しした通り、食物繊維が血糖値の上昇を抑えてくれるということがあるので、コールドプレスジュースをたくさん飲む人っていうのは糖尿病のリスクが高まるというハーバード大学の研究結果も出ています。あとはファイトケミカルとして知られるポリフェノールは食物繊維にくっついていて、で腸内に到達して初めて腸内細菌によって分解されます。なので食物繊維が取り除かれることで重要な栄養素も取り除かれてしまうと言えると思います。スムージーではなくてコールドプレスジュースを選ぶ方の理由として、高速ブレンダーの熱で酵素が破壊されてしまうという方がいらっしゃるんですけれども、熱が加わることを懸念するのであれば冷凍フルーツを一緒に入れてスムージーにするのはいかがでしょうか。私は生のブルーベリーを安い時にたくさん買ってきて冷凍しておいてスムージーに入れて飲むようにしています。冷凍するとフルーツの栄養が落ちるという疑問もあると思いますが、冷凍してもほとんどの栄養素が失われないということが分かっています。フルーツを冷凍しておくと、例えば冷凍バナナを高速ブレンダーにかけてナイスクリームと言われるアイスクリームを作ったり、そういうデザートにアレンジすることもできるので、生のフルーツにちょっとバリエーションを足したいなと思った時にいいと思います。で毎日生のフルーツを食べる生活の中で特に意識してなるべく毎日食べているフルーツなんですけれども、でそもそもなぜ毎日フルーツを食べるのかというところで、アンタイオキシデントと言われる抗酸化作用があります。抗酸化作用がアンチエイジングにつながるというのは聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、その仕組みを簡単に説明すると、まず植物は光合成を行うことでエネルギーの元となる電子が作り出されます。で炭水化物、タンパク質、脂肪の形となったその電子を私たちが植物を食べることで体に取り込みます。エネルギーが詰まった電子が私たちの体の中できちんと処理がされる前に酸素と結びついてしまうと活性酸素となります。それがいわゆる酸化と呼ばれるプロセスです。活性酸素は別名フリーラジカルで、ラジカルとは過激という意味ですが、自由な過激なものということでかなり危険な要素なんですね。活性酸素は不安定でエネルギーを放出してしまうので、それが細胞を傷つけて、その細胞のダメージが老化につながっていくと言われています。なので酸素が活性酸素になる酸化を抑える抗酸化作用の強い食べ物を摂ることで老化防止、アンチエイジングにつながります。野菜もそうですが、色が濃いフルーツにはそういった抗酸化成分が多く含まれています。色が濃いフルーツ、ベリー系やダークチェリーはとても抗酸化作用が強く、その中でも特にブルーベリーは免疫細胞として知られるナチュラルキラー細胞を活性化する働きが強いと言われています。なのでブルーベリーは私は毎日なるべく食べるようにしているのですが、あと毎日なるべく食べるようにしているのは柑橘類です。柑橘系フルーツにはポリフェノールの一種のヘスペリジンというものが多く含まれていて、それが血流を良くして血管を若く保ってくれます。また柑橘系フルーツは傷ついた DNA の修復を促進する作用が強いということも分かっています。ヘスペリジンは柑橘系フルーツの白い綿に多く含まれていて、 DNA の修復を促進する成分は皮に多く含まれています。なのでレモンなどを皮のまま丸ごとスムージーにしてしまうのが一番いいと思います。で私は生のフルーツを食べるときになるべく皮ごと食べるようにしているんですけれども、その理由としてフルーツを見たときに皮の部分が色が一番濃いフルーツっていうのが多いと思うんですけれども、やっぱり皮の部分に先ほどお話しした抗酸化作用が強い成分がたくさん含まれているんですね。
例えばリンゴなどは切って実の部分が酸素に触れるとすぐ茶色くなってしまうのは酸化に弱い、つまり抗酸化作用が低いという証拠で、中の実を守るために外側の皮に抗酸化作用の強いファイトケミカルが詰まっていると言えると思います。皮のままフルーツを食べるときはやっぱりオーガニックのものを買うのが安心でいいと思います。特に輸入物のレモンやライムなどは防腐剤がかかっていることが多いので注意が必要です。皮のままフルーツを食べたいと思った時にオーガニックのものを買う他に超音波洗浄機を使うと残留農薬の 90% 以上除去できると言われていますので、超音波洗浄機については下の概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今日は私がフルーツ生活を始める前にいろいろと疑問に思っていたことについてリサーチした内容を皆さんとシェアしました。フルーツは免疫力アップに最適ですので、ぜひ毎日の食生活に取り入れてみてください。それでは See you next time!